おだすこんちこもポテトです。今日もデータぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、シャドウハントの上昇値判明したぞー。やっていきたいなと思います。今深夜3時半回りましたね。ちょっと声小声になっちゃってるかなと、いつも以上に聞き苦しい感じの声になっちゃってるかもしれませんが、すいませんというところでやっていきたいなと思います。今日はですね、新しいスキル来ましたね。シャドウハントになっていくんですけども、裏へのねパスが出た時にスピードに関する能力が上がりますよというスキルになっていきます。これをですね調べてきました。お先に言っておきます。判明しました。いやー、判明させましたよ。いや、なんか包帯かトイレットペーパーかなんか巻いてる人がですね、なんかポテトの真似をしてるなんか動画出してましてね、本当にね、ちょっと開示請求しよう。で、厳密にはまだ途中の部分もあるんですが、一つとりあえず判明した部分があるので、今日はここを話していきたいなと思います。ちょっとね、やっぱなかなか難しかったんですけど、そういったところの過程も含めてね、見ていきたいなと思います。皆さんもね、どれぐらい勝ってんだろうな、想像しながら見ていただけたらなと思います。検証のね、ちょっと経緯まで話していきたいなと思うんですけども、ちょっといろんな方法やってきました。最初はこんな形でですね、ハーフラインぐらいからこう、パスしたところに向かって走るみたいな感じでやっていきましたね。ちょっとこれ結果から言うとね、あんまりこう差が出なかったんですよね。シャドウハントがついててもついてなくてもですね、変わらないという結果になっちゃいました。ここに関してはね、最終的に高齢が原因だったのかなっていうのはあるんですけど、ちょっとこの時は何だろうなと思いながらやっていたという感じですね。もしかしたら裏判定、この選手の裏のスペースっていう判定になってなかったのかとかね、いろいろ考えたりはするんですけど、一旦ここではうまくいかなかったという形になりました。無理かなとかね、いろいろ考えたんですけど、ちょっとあの手この手でね、いろいろ角度変えてみたりとか、いろいろやってみたんですけども、やっぱりなんだかんだでいくとですね、ハーフラインとか、はたまた最終ラインでっていう検証はね、結構現実的じゃないなとは思いまして、どうしよっかなと思った時に、ちょっと逆に敵陣深くからやった方がいいんじゃないかというとこで、この検証思いついたんで、ここから検証方法です。はい、検証方法ですね。検証方法は見ていただけたらわかるかなと思うんですけども、自陣からこんな感じでパスを回していきながら、それを測っていくような感じにしていきました。で、ハーフラインまでの時間みたいな形ですね。こんな形でやっていきましたよというところです。これだと常にカンナバールの前をパスが通過していくようなイメージですかね。これやっていければですね、常にこうカンナバールの裏のスペースにパスが出ている状態という形になるんじゃないかなと思いましたので、これだったらいけそうでしょう。これやっていきたいなと思います。カンナバール自体には iPad にね、動きを記録させた状態で走らせていきますから、全く同じ動きをしていきますよというところでやっていきます。で、カンナバールが走り始めて、で、ペナルティエリアの、出たところですね、矢印の頭がペナルティエリアを出た瞬間を0秒していって、で、60コマ1秒間で測っていきますよと。で、ハーフラインを超えた瞬間ですね、これをゴールという形で測っていきましたよというところです。で、今回使っていく選手なんですけども、カンナバーロ、シャドウハント持ちのカンナバーロですね。で、あとは一応イタリア代表の時のね、カンナバーロも持ってきたんで、ディフェンスセンス、瞬発、スピードですね。ここを全部合わせた状態でやっていきます。で、変化が分かりやすいように、シャドウハント側のカンナバーロの初期値ですね。ディフェンスセンス85、瞬発81、で、スピードが80ですね。これでやっていきます。で、今回の検証なんですけど、これ厳密に言うと、以前検証でやりましたディフェンスセンスと瞬発の影響があるのが芝生 2.5 本分のところになりますから、ゴールキックエリアのところからスタートしていくですね、若干瞬発力が影響してる部分になっちゃうんですけど、最終的には大きな差にならなかったので、ちょっとこれでやっていきたいなと思います。なので、この間の時間を見ればですね、スピードが大きく影響している部分は測れるかなというところなので、これでやっていきたいなと思います。さあ、ということでやっていきましょう。まずは、この検証がそもそもできるのかってところも確かめていくんですけども、シャドウハント持ってないカンナバーロでまずやっていきました。そうすると、はい、4秒21コマという形になりました。この後複数本やってるんですけども、ここの時間はね、ほぼ変わらなかったという形になりました。では、これがですね、シャドウハント持ちのカンナバーロで同じ検証をやった時に、これが速くなればなっているはずだろうというところで見ていきます。
はい、ということで4秒17コマもしくは18コマもありましたかね。早くなってたんですよ。いや、よかったこれだったら検証できそうだというところですね。これパスするときにできるだけダイレクトでやったんですけど、その時もあとはねワントラップしてからパス出すような形でやってもね、このスピードそんなに変わんなかったですね。4秒17コマ18コマで安定はしてたので、だからまあそんなに変わんないのかな。なんかトラップしてもしなくてもパスの回数が多くても少なくてもそんなにここはね大きく差が出なかったなっていう印象がありました。そういう意味ではまあある程度安定してシャドウハントが発動してたと言っていいのかなと思います。ということはあとはもうスピード数値を上げていってここと一致するところを見ていきたいなと思っております。でシャドウハント発動しないためにどうしたらいいかということで、ここなんですけども、これはもうもちろんこのままですねパスをしないだけですね。今回はパバールでドリブルをしてついていく感じですね。カンナバールにこうやってついていく感じで測っていきたいなと思います。でまずは初期値ですね。最初何も変えてない状態で一応確かめでやっていきました。そうするとはい、4秒21コマという形で、これは何度やっても4秒21コマですね。めちゃめちゃ安定してました。はい、というところで、ここはね、先ほどのシャドウハント持ってないカンナバルと同じ記録になりましたので、ということはこの測定方法で間違ってないなということが証明できたんで、ここからは1ずつスピードを上げていきたいなと思います。まずは81からですね。はい。ということで、ここは4秒20コマもありましたかね。21コマ、20コマぐらいになっておりました。次です。スピード82。はい。ということで、4秒18コマ、19コマもありましたね。1コマから2コマぐらい速くなっているのかな。そのとこですね。次、83。スピード83の状態ですね。ここでは、4秒18コマになりました。ここまででもありそうなんだけど、でもさっきのシャドウハント発動した時は4秒17コマは結構あったんで、そう考えるともうちょっと上かなというとこで84持ってきました。はい。ということで4秒17コマ、もしくはたまに18コマ出るかなぐらいになってたんで、ここ一致してますよね。ということは、これは4プラスかなというところで、最後確かめなんですけども、プラス5の状態85ですね。スピード85にしてやってきました。ここで17コマ以上が出ればね、16コマとかが出れば4で確定していいかなというところなんですが、はい。というところで、4秒16コマ出ましたね。ということは、いやー、よかった。出た。はい。というところで今日は結論です。シャドウハントのスピードの上昇値はプラス4とします。はい。ということで見ていただきました。いや、よかった。マジで。本当に。ちょっと厳密な話をしていくと、もしかするとですよ、可能性の話をすると4以上の可能性はあるかなとは思います。ワンタッチとはいえですね、パスしてない時間がゼロではないので、そう考えると4以上の可能性もあるかなとは思います。ただ、ワンタッチでパスつないだ時も、トラップしてつないだ時もスピード変わんなかったので、そう考えるとそんなに影響ないのかなとか思ったりもしますけどね、とは思います。で、あともう一つね、今回一つだけ分かったっていうのはスピード数値なんですけど、あとね、おそらく瞬発も上がってますね。ここは確実に上がってるだろうなって感じはしました。ただ、今回みたいな測定ほどですね、瞬発はね、ちょっと安定しにくいんですね。最初の1歩2歩がね、パスとかでボールが動いてる状態なんで、ちょっとね、動き出しが安定しない部分もあるんで、ちょっと本数重ねないとね、はっきりとは言えないので、ちょっと今回は一旦スピード数値だけ確定しました。判明しましたと言わせてください。瞬発に関してはね、ちょっと時間かかりそうかなっていうか、わかるかなって感じはしましたけど、
まあでも少なくともスピードと同じないしはそれ以上は上がってると考えていいのかなとは思いましたね。でおそらく説明文を見る限りディフェンスセンスは上がってないだろうなと考えると、その分瞬発大きく上がってる可能性もあったりするのかなとかね思ったりはしてますかね。前の検証でもやりましたけど、ディフェンスセンスと瞬発力の平均が最初のねダッシュの加速の部分のスピードに関与してますから、そう考えると瞬発だけものすごく上がってる可能性はあるのかなとかはちょっと思っております。って考えるとかなりプラス値は大きいのかなと思いましたね。ただどうでしょうね、これがどこまで影響あるかなとか、その辺はちょっとねまた使っていきながら皆さんの食感っていうんですかね、感覚も教えていただけたらなと思います。はい、というところでしょうか。新スキルシャドウハントの上昇値一つ解明しましたよという動画になっていきました。いやーちょっと眠すぎてやばい。ちゃんと今喋れているのかろれつが回っているのか分かりませんけども、できるだけ皆さんには早く動画にしてお渡ししたいなと思いますので、よかったら頑張ったねと思った方ですね、高評価、チャンネル登録、スペシャルサンクス等々よろしくお願いします。でまたこれ全然別件ですが、ポテのスタンプもありますからね、ぜひ興味ある方は見てみてください。はい、というところでいかがだったでしょうか。今日の動画はこれで終わりたいなと思います。この動画良かったら、このネタ面白かったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録してあげると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。